皆さんこんにちは。こちらはiIMA A80 です。発売は2024年。現在の価格は24,000円前後です。このアンプは中国製です。iIMAは高性能の IC チップを使ってコストパフォーマンスの高い製品を作るメーカーです。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。TPA3255 は高性能のデジタルアンプ IC チップです。PFFB というのはポストフィルターフィードバックです。ESS テクノロジーの高性能 DAC を搭載しています。プリアウト端子を使って DAC の出力を直接取り出すことができます。これらの性能は測定で明らかにしていきます。このモデルはメーカーから提供していただいた新品です。外観を見ていきます。正面のインターフェースはボリュームのつまみだけです。デジタル入力は3系統、アナログ入力は2系統で、1つは TRS になっています。AUX アウトは DAC の出力になります。スピーカー端子には透明のナットが使われています。ひび割れが心配です。簡単なリモコンが付属していますが、本体だけで全ての操作を行える設計です。窒化ガリウムを使った効率の良い AC アダプターが付属しています。容量は 48V5A です。AC アダプターの入力端子は大電流に対応した抜けにくいものが使われています。ここを先に挿してからコンセントを挿さないと火花が飛ぶので注意が必要です。ボリュームノブをクリックすると電源が入ってディスプレイが点灯します。アナログの2連メーターはこのクラスでは珍しい装備です。プログレスバーの長さでボリュームのレベルを表現します。調整の段階が非常に細かくなっています。ボリュームノブをクリックするとメニューにアクセスできます。ダブルクリックでリターン、長押しで電源オフです。メニューの構成がシンプルにできています。これは入力の切り替えです。トーンコントロールの調整範囲はプラスマイナス 10dB です。表示の明るさは10段階の調整ができます。メーターを3種類から選べます。VU メーターの表示を見ていきます。メモリの数字はデシベルでもリニアでもありません。単なるマークです。針が振り切れるとスケールが自動的に切り替わります。最初のスケールはフルスケールでだいたい 1W です。スケールが変更されると入力表示の色が変わります。同じ振幅で周波数だけ変えてみます。周波数による振れの変化は少なくなっています。このディスプレイは一番左端が 10Hz で右端が 20kHz のようです。中身を見ていきます。
ボリュームのつまみは金属の削り出しです。一部のオペアンプが交換できる形で実装されています。こちらは入力基板です。ESS テクノロジーの高性能 DAC が搭載されています。電源を入れた時にカチッと鳴る音は信号用リレーの音です。このアンプには音質の劣化になりそうな電気接点が見当たりません。TS3255 は高効率で高性能なデジタルアンプ IC です。それでは測定結果を見ていきます。出力が不明ですので歪みから見ていきます。この結果からすると4オームの時 150W 近い出力が取れそうです。こちらは他のアンプと比較した結果です。右肩下がりの線はノイズのレベルを示しています。1W を超える部分は低歪みですが、ノイズが多めです。これは IC チップの性能でしょう。こちらは音色を決定づける周波数特性です。ほぼ完全にフラットです。このアンプには音色がありません。カット応答も完璧です。付属の AC アダプターを使った定格出力は 135W です。150W では音色が破綻することがわかります。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。ノイズが多いので 110dB が限界です。多いといっても CD のフォーマットに対して十分な性能です。直線性も良好です。D クラスアンプは途中から線を外れることが多くありましたが、これは問題ありません。こちらはダンピングファクターです。PFFB と呼ばれるフィードバックが効いていて、200以上あります。広域にかけて落ちていますが、十分な性能です。こちらはギャングエラーです。このアンプは電子ボリュームですが、少し誤差のある結果です。プリアウトの性能を見ていきます。こちらは周波数特性です。完全にフラットです。全く問題ありません。こちらはノイズと歪みです。オレンジが今回の DAC ですが、このレベルは測定限界とほぼイコールです。ダイナミックレンジと直線性がこちらです。これも測定限界に近い性能です。出力インピダンスを見ていきます。100オームは十分な性能ですが、低域にかけて上昇しています。これはカップリングコンデンサの容量が足りないせいでしょう。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は再生に使った音楽データそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番はアンプの音です。このアンプの周波数特性はフラットで、歪みも十分小さい結果でした。このようなアンプの音は原音と区別できないのがいつものパターンでしたが、
今回はどうなるでしょうか。周波数特性と歪み以外に音に関係する要因があるのか。今回は答えを伏せてお聞きいただきます。それではどうぞ。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。このアンプの音が分かった方は何番がアンプの音だったかお聞かせください。D クラスアンプの進歩を確認できました。かつて問題だったダンピングファクターもフィードバック回路の装備によって十分高くなっています。ダイナミックレンジ 110dB まで直線性が良好です。この性能ならアナログアンプと置き換えることができます。アナログのレベルメーターはユニークな装備です。このクラスでレベルメーターを搭載するモデルは多くありません。似たような商品があふれる中で、金属削り出しのボリュームノブとレベルメーターが商品の価値を高めています。このアンプは音楽を楽しむ以外に実験やテストにも使える希少な存在です。ご視聴ありがとうございました。